小金井の家のこの平面図がやっぱりすごいなというふうに思うんですけど、一番驚きなのが外壁がすごい薄いっていうことかなというふうに思います。普通はこう中の間仕切り壁の方が薄くて、外壁っていうものはもうちょっと内外をこう仕切っている強固なものとしてこう現れてくるのかなというふうに思うんですけれども、この平面図を見ているとこの外壁っていうのが本当にこう薄くて、何か衣服のようなものだとも言えるかもしれないし、もうちょっと障子とかそういう日本家屋の教会のようにも見えるし、内側のこう間仕切り壁っていうものがすごくこう具体的なものに見えてきて、外壁の方がすごい現象的なものに見えてくるっていうのがびっくりするよね。これまでのその建築だと流れっていうのがその形を伴って現れてたのに、この小金井の家になった途端にその流れっていうのの形外角は消えてしまっていて、プランの平面図の中に溶け込んじゃってるっていうのがすごい面白いなと思って。確かに中野本町の家とかだとその流れっていうのがこうチューブの形として現れてるけど、これは本当にこうドミノというかこうグリッドの柱の中にその流れが埋め込まれてるっていうのがあるよね。やっぱその RC とかだと調素的にこう形を作っていけるし、木造だとその軸組みなんだけど仕上げとか下地っていうのがこうルーズに分けられずどんどん加算されていくみたいな作り方だけど、鉄骨造ってもうちょっと一つ一つの要素が独立してて組み立ててこう作っていくっていう建築だから、なんかそのなんて建築の特徴がすごい現れてるなって思って、で伊藤さんがその鉄骨造っていうものにこう出会われた時のなんかみずみずしいどうやったら鉄骨造で面白くなるのかっていうことが詰まってるっていう、すごいもう竣工図面とかあと、新建築とかいろんなところに発表されてる図面では分かんなかったけど、今日この図面を見てやっぱりこうやってスタディしてたんだっていうのが、本当にそうだよね。本当に展開図をこうやって並べてこう玄関開けたその流れがこうずっとこう2階に上がって、3方向にこう展開していく流れがこれで見えてくるよね。それは本当面白い。でその中にいろいろその独立して要素がこう散りばめられていて、下駄箱とか階段の手すりとかキッチンのそのシンクとかを隠すような食器棚とか、あとテーブルとか窓の配置とかっていうのが本当一つ一つが独立してるんだけど、次にこうリレーしていくような感じで流れを生み出しているのが図面から分かる。これは本当によくわかる。グリッドの中にシークエンシャルな体験が詰め込まれた家になっているんだけれども、何かこう遊牧少女のパオとかこう建築の中に仮説的な要素がこうふわふわとこう立ち現れてくるようなイメージがこの空間の中の流れの中にこう位置づけられているんだっていうことがすごい感じられる展開図になってて面白いなと思ったし、その中にこの黄色いフレームというか、この家は構造体が結構はっきりとした黄色でもともとは塗られてたものなんですけど、そうしたものがこうその流れの中にどう参加してくるのかっていうことがすごく分かる図面だなと思いました。この階段室ってすごく小金井の家の中でも特徴的な空間だなっていうふうに思ってて、階段の透明性とか上下階をつないでいくデザインとか、ほとんどアノニマスなデザインでできている建築にもかかわらず、この手すりのところだけ R というかふっとこう上がっていくような装飾的なディテールが作られていて、これはこう手すりの高さとこの1100っていう落下防止の高さっていうものを自然につなげていくっていうことにもなってるんだけれど、これがすごく階段室を特別なものにしてるよね。やっぱ鉄骨造だからどう組み立てていくかっていうことがも
決定的に重要になってくる。で小金井の家は普通だったら外壁があって内壁がある。でその中に断熱をして、収めるのが普通だと思うんだけども、その内壁がないから下地まで全部現れちゃう。だからどう下地を入れていくのかっていうことがその建築のその美しさに直結しちゃうから、まあ、それをこうどういうふうに下地も入れていったらいいのかっていうのを検討されてる。でその部分的にこう検討されてこういう形にしようっていうのを決めて、それをこう外皮全部をこう断面つなげて平断面をつなげて描いている。これはすごい面白いよね。面白い描き方だよね。今日いくつか拝見しててやっぱ気になったのはこの立面と平面が同時に描かれてるこの描き方、普通だとアク染めって45度ぐらい振って、こういろんなものがこう立体的に見えるように描くのがアク染めなんだけど、伊藤さんは立面と平面をこう縦にそのままこうつなげて描くってで、いろんなプロジェクトこうやって描く、それが結構僕はね流れをやっぱこう感じさせるっていうか、それが分かる描き方なんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。平面が分かるんだけど、その立面もちょっと一緒に出てこれるからその平面が持ってる関係性とか流れみたいなものを保ったままその空間的な表現になる同時になるっていうような描き方で、エレベーションと平面図をこうやってつなげちゃうと見えないところっていうのがね出てきちゃう。でそれがなんか洛中洛外図みたいな、なんかその全体がつながってるっていうことは分かるんだけど想像で補うみたいなそういう書き方でもあるから、すごい日本的なその書き方なのかとも感じた。アク染めで描くともう少しこう視点が俯瞰的になるというか全体像を把握するようなそういう捉え方になるけど、これはもう少しもしかしたら流れっていうか想像力でこうパタパタつながっていくみたいな、そういう空間の感覚を示そうっていうようなところがあるのかもしれない。